朗読、芥川龍之介作。目の粗いすだれが入り口にぶら下げてあるので、往来の様子は仕事場にいてもよく見えた。清水へ通う往来はさっきから人通りが絶えない。金句をかけた法師が通る。壺装束をした女が通る。その後からは珍しく雨牛に引かせた網代車が通った。それが皆まばらな釜のすだれの目を右からも左からも来たかと思うと通り抜けてしまう。その中で変わらないのは午後の日が暖かに春をあぶっている狭い往来の土の色ばかりである。その人の往来を仕事場の中から何ということもなく眺めていた一人の青侍が、この時ふと思いついたように主の据え物作りへ声をかけた。相変わらず観音様へ参詣する人が多いようだね。さようでございます。据え物作りは仕事に気を取られていたせいか、少し迷惑そうにこう答えた。が、これは目の小さい鼻の上を向いたどこかひょうきんなところのある老人で、顔つきにも様子にも悪気らしいものはみじんもない。着ているのは麻の片びらであろう。それに苗えたもみえぼしをかけたのが、この頃評判の高い鳥羽僧正の絵巻の中の人物を見るようである。私も一つ日産でもしてみようか。こううだつが上がらなくっちゃやりきれない。ご冗談で。何これで良い運が授かるとなれば、私だって信心をするよ。日産をしたって、三郎をしたって、そうとすれば安いものだからね。つまり、神仏を相手に一商売をするようなものさ。青侍は年相応な上調子な物言いをして、下唇を舐めながら、キョロキョロ仕事場の中を見回した。竹やぶを後ろにして建てたわらぶきのあばら屋だから、中は鼻がつかえるほど狭いが、すだれの外の往来が目まぐるしく動くのに引き換えて、ここでは亀でも兵士でも皆赤茶けた瓦家の肌をのどかな春風に吹かせながら100年も昔からそうしていたようにひっそりかんと静まっている。どうやらこの家の胸ばかりはツバメさえも巣を食わないらしい。翁が返事をしないので、青侍はまた言葉を継いだ。おじいさんなんぞもこの年までにはずいぶんいろんなことを見たり聞いたりしたろうね。どうだい、観音様は本当に運を授けてくださるものかね。さようでございます。昔は折々そんなこともあったように聞いておりますが。どんなことがあったね。どんなことと言ってそう一口には申せませんがな。しかしあなた方はそんなお話をお聞きなすっても格別面白くもございますまい。かわいそうにこれでも少しは信心義のある男なんだぜ。いよいよ運が授かるとなれば明日にも。信心気でございますかな。商売家でございますかな。翁は目尻にしわを寄せて笑った。こねていた土が壺の型になったので、やっと気が楽になったという調子である。神仏のお考えなどと申すものは、あなた方くらいのお年ではなかなかわからないものでございますよ。それはわからなからそうさ。わからないからおじいさんに聞くんだね。
いやさ、神仏が運をお預けにならないということじゃございません。そのお授けになる運の良し悪しということが、だって授けてもらえばわかるじゃないか。良い運だとか悪い運だとか。それがどうもあなた方にはちとお分かりになりかねましょうで、私には運の良し悪しよりそういう理屈の方がわからなさそうだね。日が傾き出したのであろう。さっきから見ると往来へ落ちる物の影が心持ち長くなった。その長い影を引きながら頭に桶を乗せた物売りの女が二人、すだれの目を横に通り過ぎる。一人は手に宿への土産らしい桜の枝を持っていた。今、鳥の市で海その店を出している女などもそうでございますが、だから私はさっきからおじいさんの話を聞きたがっているじゃないか。二人はしばらくの間黙った。青侍は爪で顎のひげを抜きながらぼんやり往来を眺めている。貝殻のように白く光るのは大方さっきの桜の花がこぼれたのであろう。話さないかねおじいさん。やがて眠そうな声で青侍が言った。ではご面を被って一つお話申しましょうか。またいつもの昔話でございますが、高前置きして据え物作りの翁はおもむろに話しだした。日の長い短いも知らない人でなくては話せないような悠長な口ぶりで話し出したのである。もうかれこれ3、40年前になりましょう。あの女がまだ娘の自分にこの清水の観音様へ願をかけたことがございました。どうぞ一生安楽に暮らせますようにと申しましてな。何しろその自分はあの女もたった一人のお袋に死に別れた後で、それこそ日々の暮らしにも差し支えるような身の上でございましたから、そういう願をかけたのもまんざら無理はございません。死んだお袋と申すのは、元白手者の巫女で、ひとしきりは大層流行ったものでございますが、狐を使うという噂を立てられてからは、めっきり人も来なくなってしまったようでございます。これがまた、白あばたの年に似合わずみずみずしい大柄なばあさんでございましてな。何様あの様子じゃ、狐どころか男でも。おふくろの話よりはその娘の話の方を伺いたいね。いや、これはご挨拶で。そのおふくろが死んだので、あとは娘一人の痩せ腕でございますから、いくら稼いでも暮らしの立てられようがございませぬ。そこで、あの器量の良い理髪者の娘が、おこもりをするにも、つづれゆえに、あたりへ気が引けるという始末でございました。へえ、そんなに良い女だったかい。さようでございます。気立てといい、顔といい、手前の欲目では、まずどこへ出しても恥ずかしくないと思いましたがな。惜しいことに昔さね。青侍は色の冷めた藍の水子の袖口をちょいと引っ張りながらこんなことを言う。翁は笑い声を鼻から抜いてまたゆっくり話し続けた。後ろの竹やぶではしきりにウグイスが鳴いている。それが3、7日の間おこもりをして今日が満願という夜にふと夢を見ました。何でも同じ御堂に参っていた連中の中にセムシの坊主が一人いて、そいつが何かだらにのようなものをくどくどずしていたそうでございます。大方それが気になったせいでございましょう。うとうと眠気がさしてきても、その声ばかりは
どうしても耳を離れませぬ。とーんと縁の下でミミズでも鳴いているような心持ちで。するとその声がいつの間にやら人間の言葉になって、ここから帰る道でそなたに言い寄る男がある。その男の言うことを聞くがよい。と、こう聞こえると申すのでございますな。はっと思って目が覚めると、坊主はやっぱりだらに三昧でございます。が、何と言っているのだか、いくら耳を澄ましてもわかりませぬ。その時何気なく、ひょいと向こうを見ると、常夜灯のぼんやりした明かりで観音様のお顔が見えました。日頃拝み慣れた単言微妙のお顔でございますが、それを見ると不思議にも、また耳元で、その男の言うことを聞くがよいと、誰だか言うような気がしたそうでございます。そこで娘は、それを観音様のお告げだと、一途に思い込んでしまいましたがねな。はてね、さて夜が更けてから、お寺を出て、だらだら下りの坂道を五条へ下ろうとしますと、案の定後ろから男が一人抱きつきました。ちょうど春先の暖かい晩でございましたが、あいにくの闇で、相手の男の顔も見えなければ、着ているものなどは、なおのことわかりませぬ。ただ、振り離そうとする拍子に、手が向こうの口ひげに触りました。いやはや飛んだ時が、満願の夜に当たったものでございます。その上、相手は名を聞かれても名は申しませぬ。ところを聞かれても、ところを申しませぬ。ただ、言うことを聞けというばかりで、坂下の道を北へ北へ抱きすくめたまま引きずるようにして連れて行きます。泣こうにもわめこうにも、まるで人通りのない自分なのだから仕方がございませぬ。はは、それからとうとう八坂寺の塔の中へ連れ込まれて、その晩はそこで過ごしたそうでございます。いや、そのあたりのことなら、何も年寄りの手前などがわざわざ申し上げるまでもございますまい。翁はまた目尻にしわを寄せて笑った。往来の影はいよいよ長くなったらしい。吹くともなく渡る風のせいであろう。そこここに散っている桜の花も、いつの間にかこっちへ吹き寄せられて、今では雨落ちの石の間に点々と白い花をこぼしている。冗談言っちゃいけない。青侍は思い出したように顎のひげを抜き抜きこう言った。それでもうおしまいかい。それだけなら何もわざわざお話申すがものはございませぬ。翁はやはり壺をいじりながら、夜が明けるとその男がこうなるのも大方すくせの縁だろうから、とてものことに夫婦になってくれと申したそうでございます。なるほど。夢のお告げでもないならともかく娘は観音様のおぼし飯通りになるのだと思ったものでございますから、とうとうかぶりを縦に振りました。さて、肩ばかりの杯を済ませると、まず当座のようにと言って、塔の奥から出してきてくれたのが、あやを10匹に絹を10匹でございます。この真似ばかりはいくらあなたにもちと難しいかも存じませんな。青侍はニヤニヤ笑うばかりで返事をしない。うぐいすももう泣かなくなった。やがて男は日の暮れに帰ると言って、娘一人を留守に慌ただしくどこかへ出て参りました。その後の寂しさはまた一倍でございます。
いくら理髪者でもこうなるとさすがに心細くなるのでございましょう。そこで心晴らしに何気なく塔の奥へ行ってみるとどうでございましょう。あやや絹は愚かなこと。珠玉とか砂金とかいう金目のものが川面にいくつとなく並べてあるというじゃございませぬか。これにはああいう気立てな娘でも思わず戸胸をついたそうでございます。ものにもよりますが、こんな宝を持っているからはもう疑いはございませぬ。批判でなければ物取りでございます。そう思うと今まではただ寂しいだけだったのが急に怖いのも手伝って、なんだか片時もここにこうしてはいられないような気になりました。何様、悪く方面の天でもかかろうものならどんな目に遭うかもしれませぬ。そこで逃げ場を探す気で急いで戸口の方へ引き返そうといとしますと、誰だか川具の後ろからしわがれた声で呼び止めました。何しろ人はいないとばかり思っていたところでございますから、驚いたの驚かないのじゃございませぬ。見ると、人間ともナマコともつかないようなものが、砂金の袋を積んだ中に丸くなって座っております。これが目腐れのシワだらけの腰の曲がった背の低い60ばかりの雨法師でございました。しかも娘の思惑を知ってか知らないでか、膝で前へ乗り出しながら、見かけによらない猫なで声で初対面の挨拶をするのでございます。こっちはそれどころの騒ぎではないのでございますが、何しろ逃げようという匠を気取られなどしては大変だと思ったので、しぶしぶ川子の上に肘をつきながら心にもない世間話を始めました。どうも話の様子では、このばあさんが今まであの男の水しか何か務めていたらしいのでございます。が、男の商売のことになると、妙に一言も話しませぬ。それゆえ娘の方では気になるのに、その雨がまた少し耳が遠いと来ているものでございますから、一つ話を何度となく言い直したり聞き直したりするので、こっちはもう泣き出したいほど気がじれます。そんなことがかれこれ昼まで続いたでございましょう。すると、やれ清水の桜が咲いたの、やれ五条の橋仏神ができたのと言っている中に、幸い年の加減か、このばあさんがそろそろ居眠りを始めました。一つは娘の返答がはかばかしくなかったせいもあるのでございましょう。そこで娘は折を計らって相手の寝息を伺いながらそっと入り口まで張っていって戸を細めに開けてみました。外にもいい塩梅に人の気配はございませぬ。そこでこのまま逃げ出してしまえば何事もなかったのでございますが、ふと今朝もらった綾と絹とのことを思い出したので、それを取りにまたそっと川子のところまで帰ってまいりました。するとどうした少子か、砂金の袋にけつまずいて、思わず手がばあさんの膝に触ったからたまりませぬ。天のやつめ驚いて目を覚ますと、しばらくはただあっけに取られていたようでございますが、急に気違いのようになって、娘の足にかじりつきました。そうして半分泣き声で、早口に何か喋り立てます。キレキレに言葉が耳へ入るところでは、万一娘に逃げられたら、自分がどんなひどい目に遭うかもしれない、と、こう言っているらしいのでございますな。が、こっちもここにいては命に関わるという時でございますから、もとよりそんなことに耳を貸すわけがございませぬ。
そこでとうとう女同士のつかみ合いが始まりました。打つ、蹴る、砂金の袋を投げる。針に巣を食ったネズミも落ちそうな騒ぎでございます。それにこうなると死に物狂いだけにばあさんの力も馬鹿にはできませぬ。が、そこは年の違いでございましょう。間もなく娘が綾と絹とを小脇に抱えて息を切らしながら塔の戸口をこっそり忍び出た時には、尼はもう口も聞かないようになっておりました。これは後で聞いたのでございますが、死骸は鼻から血を出して頭から砂金を浴びせられたまま、薄暗い隅の方に仰向けになって寝ていたそうでございます。こっちは八坂寺を出ると、長家の多いところはさすがに気がさしたと見えて、五条京極あたりの知り人の家を訪ねました。この知人というのも、その日暮らしの貧乏人なのでございますが、絹の一尾もやったからでございましょう。湯を沸かすやら、粥を煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで娘もようやくほっと一息つくことができました。私もやっと安心したよ。青侍は帯に挟んでいた扇を抜いて、すだれの外の夕日を眺めながら、それを器用にバチつかせた。その夕日の中を今しがた八丁が五六人騒がざわしく笑い狂じながら通り過ぎたが、影はまだ往来に残っている。じゃあそれでいよいよ蹴りがついたというわけだね。ところが、翁は、大行に首を打って、その知人の家におりますと、急に往来の人通りが激しくなって、あれを見、あれを見と罵り合う声が聞こえます。何しろ、後ろぐらい体ですから娘はまた胸を痛めました。あの物取りが仕返しにでも来たものか。さもなければ、検非違使の追っ手がかかりでもしたものか。そう思うともう、おちおち貝をすすってもおられませぬ。なるほど。そこで戸の隙間からそっと外を覗いてみると、見物の男女の中を、方面が5、6人。それが、角の長が一人ついて、物々しげに通りました。それから、その連中に囲まれて、縄にかかった男が一人。ところどころ避けた、水干しを着て烏帽子もかぶらず、引かれてまいります。どうも物取りをつらまえて、これからその住処へ実力をしに行くところらしいのです。ございますな。しかもその物取りというのが、ゆうべ五条の坂で言い寄ったあの男だそうじゃございませぬか。娘はそれを見るとなぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。これは当人が手前に話しました。何もその男に惚れていたの、どうしたのというわけじゃないが、その眺めを受けた姿を見たら急に自分がいじらしくなって思わず泣いてしまったと。まあこういうのでございますがな。まことにその話を聞いたときには、手前もつくづくそう思いましたよ。なんとね、観音様へ願をかけるのも考えものだな。だがおじいさん、その女はそれからどうにかやっていけるようになったのだろう。どうにかどころか今では何不自由ない身の上になっております。そのあやや絹を売ったのを元にいたしましてな。観音様もこれだけはお約束をお違いになりません。それならそのくらいな目にあっても結構じゃないか。外の日の光はいつの間にか黄色く夕づいた。その中を風だった竹やぶの音がかすかながら
そこここから聞こえてくる。往来の人通りもしばらくは途絶えたらしい。人を殺したって物取りの女房になったってする気でしたんでなければ仕方がないやね。青侍は扇を怯えさしながら立ち上がった。翁ももう日陰の水で泥にまみれた手を洗っている。二人ともどうやら暮れてゆく春の日と相手の心持ちとに物足りない何者かを感じてでもいるような様子である。とにかくその女は幸せ者だよ。ご冗談で。まったくさ、おじいさんもそう思うだろう。手前でございますか。手前ならそういう運はまっぴらでございますな。へえ、そうかね。私なら二つ返事で授けていただくがね。じゃあ観音様をご信心なさいまし。そうそう、明日から私もおこもりでもしようよ。